33なんか結構ね、その当時はやっぱりいろいろあってねもうすぐやめちゃったんだけど、でも俺的にはいい車だよ。その時に思ったのが 33GTR ってやっぱグロリアって感じかな。セドリックグロリア、でかくて居住性が良くて、 GTR っていうよりもスカイラインっていうよりもグロリアセドリックのタイプ R って感じ。だから全然ね嫌いじゃないんだよ。取り回しもいいし動きもいいしね。だから乗りやすい車なんだけど、ああいう俺は嫌いになっただけで、車としては好きです。32からやっぱり33に乗り換えた時はね、でかいな重いなと思ったんだけどね。だからまあ皮肉でね、日産になんかグロリアセドリック GTR だねっていう話はしたよね。やっぱ32のあの大きさはね取り回しやすい。あの大きさはほんといいよ。だからまあ34で小さくなったんだけどね。でもじゃあこれがダメかっていうとダメじゃないよ、この車は。動きが分かりやすい車だよね。穏やかだし、その32とかと比べると32はやっぱりジャジャ馬、33はジェントルマンになったっていう感じ、穏やかになったなっていう感じ。荒々しさはなくなったけどね。だからやっぱ32って人気あるんだよね。あの荒々しさが、あのジャジャ馬がいいんだよ。33のいいところっていうのはもう後ろが広いね。本当になんか普通のセダンみたいな感じで乗れる。で運転しててもさっき言ったようにもう乗りやすいというかな、穏やかな車で乗りやすいんだよね。いやいい車だよ本当に。テールスライドも32みたいにピーキーじゃないしね。33はこう穏やかに流れてくれる、そういったところが俺は好きだったね。ただやっぱり後方車事件でね、なんだこんな32と変わんねえじゃねえかっていうタイムでがっかりして売っちゃったんだけどね。でも好きだったよ。かわいそうな車だったね。でも本当人気なくて、やっぱ3人乗ってたオーナーからするとやっぱこれはでかいんだよね。今の車たちと比較するとそんなにでかいとは感じないんだけど、やっぱり当時我々が走る車はやっぱり3人の大きさだったんだよね。それで34が小さくなってまた爆当たりしたっていうね。だからその間に323334でアテーサ ETS がどんどん進化していったね。それまでやっぱりこう1990年っていうのは 32GTR はもう世界一速かった。それはもうグループ A で実証されてんだけど、その速かった代わりに運転はすごく難しかった。それはやっぱりそのもう完成された四駆じゃなかったからね。アテーサ ETS もそうだけど、その四駆システムが今みたいに完成されてなかったよね。だからこうギクシャクしたテールスライドしながら四駆になっていくっていうさ、そこがまたしびれるほど魅力的だったね。まあその血を受け継いでるよね、33は。そういう意味ではね、ほんとかわいそうな子。いい車なのに人気がなかったっていう。でも今になってね人気が出てきてるからいいんじゃない？
の33を GTR じゃないっていう人も当時はいたけどね、今世界中でやっぱり欲しがられる車になってるってことはいい車なんだよ、名車なんだよ。なんかこの RB の音もいいね。32で聞く RB の音とはやっぱ違うんだよね。車が大きくなって静粛性とかもあって、32はもうちょっとこうダイレクトに RB の音が入ってきたよね。3233って山買っとんだな俺ね。サスペンションのテストとかブレーキパッドのテストとかタイヤのテストとかで、そういういい時代でしたよ。GTR っていう名車もそうだけど、この RB っていうエンジンも名機だよ。これはこれで本当日本を代表する車とエンジンだと思う。何十年ぶりだろうね、33乗るの。この時代っていい車作ってたね。本当に3334ってまあ32のあの4駆システム、あれに乗った時はもう天才だなと思ったよね。 FR ベースの4駆でカウンター当てながら4駆の速さを持ってるっていうね。それも舗装の上だよ。ほんとびっくりした。即買いしたもんね。33もある意味即買いしたねあの広報車のタイムに騙されてすげえと思って買ったら遅かった。まあなんだかんだあるけれども、33だって今すげえ人気出てるからね。でも穏やかな車だね。ほんと乗りやすい。この頃の日産ってすごかったんですよ皆さん。かっ飛んでるやついるね。筑波さん事故るなよ。いや何十年ぶりかにねこの 33GTR 乗ってみたけど、これはこれでやっぱりいい車だよ。本当に日産がねその当時だけどこんなでかい車作っちゃって重くて、で失敗したことによって34が出来上がってるからね。やっぱり32の34の大きさがやっぱり我々としては時代は受け入れられた。この大きさは時代では受け入れられなかった。でも今現在でこうやってね絶版ってなってくるとこういう価値が上がってくるんだよ 33GTR って。これはこれでいい車ですよ。